超低価格は普通のイヤホンとは違う楽しみがあるんだよな。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？そろそろセールも終盤戦だが、今回はこのチャンネルくらいしかレビューしないイヤホン。MICSHON10 だ。パッケージ設定なし、付属品なし。それもそのはず、2ドルくらいのイヤホンで、露店とかで売ってるようなやつだ。一応ミック SHON は日本の秋葉とか、Amazon でも販売されていたことがあったようで、現在も Bluetooth イヤホンを販売してるみたいだな。いわゆる、令和最新版軍団みたいなうぞうむぞうの中の一つだ。本体は塗装されてるんだけど盛大にバリがあって、しかもそのバリ周りの塗装が薄いとかいう、高校生が雑にラッカーで塗った自転車みたいな質感となっている。また、本機の特徴的なポイントとして、イヤーフックが本体に直付けされている。ここは一応軟質素材なんだけど、品質が低く、夏でもないと適正な柔らかさでフィットをサポートしない。むしろ耳を拒むイヤホンだ。おまけに、本体のノズルにも高さがないので、かなり適当な装着感を得るのが難しい。人間の耳でテストしたかどうか怪しい仕上がりになってるぞ。常に耳にかかる負荷に違和感を感じながら、装着してみたんだけど、プラの軽さが顕著。また、二昔前くらいに流行ったフラットコードは癖がつきやすく、絡みにくいのが売りのはずなのになんかすごく扱いにくい印象がある。マイク付きで、超低価格では定番の、可変抵抗を持ったボリューム付きのタイプだ。マイクの音質？そこまで考えてこれ買う？ノズル内部には、プラ製の雑なダストガード。これも100円均一とかのイヤホンでよく見る仕様だな。でも、このイヤホン、初めて見たんだけど、このダストガードが別邸で接着されてる。あれ、意外に丁寧な仕事するじゃん、と一瞬思ったんだけど、むしろノズル周りに危険なバリが発生してるのでマイナスだよバカ野郎。そう、この、頑張ってると見せかけて余計なことしかしてないのが中華低価格の醍醐味よ。国内に入ってくる時点で100円均一イヤホンとかはある程度マシであることを思い知るな。そんなわけで、ある程度外装を取り繕った結果、むしろボロが新規に大量に発生した MICSHON10。音質の方は、普通、耳への装着を妨害してくるイヤーフックをなんとか温めて緩くして装着したけど、これ以上なく普通、100円均一の棚のあたりでも外れでもないレベル程度の印象だ。このイヤホン、太陽に当てると透ける程度にしかプラの厚みがないんだけど、その貧弱な外装のせいで、共振が発生し、ボーカルからちょっとしたくらいにもやっとした不明瞭さが発生してる。もちろん、使われているドライバーも安いものなので、そのデメリットを超えるようなポイントも特になし。一応、人間の声とかが判別しやすいので特別不出来ってほどじゃないんだけど、サブベースはスッカスカだし、超高音域も出てない。でもって、出てるところもカスカスという、まあそりゃこの値段なら、という仕上がり。100円均一で掴んで、まあこんなもんかと思うレベル。なので、音質については割と頑張った、と言えるんだけど、外装の危険さと人間向けじゃない形状でおすすめしかねる。常に耳の外側と内側を圧迫されるので、長時間つけてると絶対耳痛くなるやつだこれ。アリエクスプレスは教えてくれる。いかに安かろうと、ある程度はきちんとしたものを買えと。といったところで今回はここまで。